こんにちは。バーチャル猫チューバーのなーたんです。今日は自作の VST の説明です。ちょっぴり前に作ったやつなんだけど、そういえば説明動画作ってなかったので、今回作ってみます。その名も本命ボイス EQ です。普通の EQ、イコライザーと何が違うのかというと、普通のイコライザーは、周波数を指定してやって、そこのポイントを上げ下げすると思うんですが、これはですね、声の高さを抽出して、その声の高さの何倍かっていうので、上げ下げするポイント、イコライザーポイントですかね、を設定できる、イコライザーになっています。じゃあ、それで何ができるのかというと、多分一番はですね、音圧を若干変えられるっていうところかなと思います。ラウドネスが変えられる感じがあります。ちょっぴり話が飛躍した感じがありますが、やってみれば分かっていただけるのではないかなと思います。今 N2 が1で1倍で、声の気温の部分に、周波数が合っています。そこを上げ下げしてみます。こっちのイコライザーのスペアな結果で見ると、一番左の山ですね。ここが上げ下げされます。それに伴ってですね、声の圧というか質というか、ワーム感というか、その辺がちょっと変わると思うので、その辺に注目してみてください。やってみます。若干なんか変わりましたよね。もやっとした圧というか、そういうのが下がったような気がすると思います。その辺はですね、レベルメーターとか、ラウドネスのメーターでも現れますね。その辺もちょっと見ていただきたいんですが、これがラウドネスメーターで、コンティヌスでやると、よいしょ。元に戻して、またちょっと上げ下げしてみますので、この辺の差とかレベルメーターの上がり下がりを見てみてください。結構大胆に下がりますよね。そんな感じで、声の言葉の感じ、言葉の聞き取りやすさはそんなに影響を与えずに、ラウドネスや、レベルは下げられるというようなのができます。ちょっと切っとこうね。よいしょっと。そうですね。レベルメーター的には、どうせ子音のところがピークになるので、あんまりヘッドルームの確保には使えないと思うんですが、ラウドネス的にはですね、YouTube なんかでもラウドネスの平均で、一定以上高いと音を勝手に下げてきたりする機能がついているはずなので、そういうのに、そのラウドネスの平均を下げるのには結構有効なんじゃないかなと思います。これはボイチェーン使う人じゃなくても、動画作る方には結構使えるんじゃないかななどと思っています。とはいえですね、UI を作ってないので、OBS で直接使えません。ごめんなさい、その辺は。というのが多分一番有効な使い方かなと思います。あとはですね、他のイコライザーでもできることですけど、若干声の質を、明るくしたりだとかっていうの
もできたりします。多分この4倍とか5倍とかあたりを持ち上げてやると若干明るくなるんじゃないかな、などと思います。それが、声の周波数を基準として上げ下げできるイコライザーの部分になります。この NF1 と2は普通の周波数固定のイコライザーですね。NF2 のとこ6000であれば、この6000付近が、下がったりします。違う。こっちだ。こっちを下げなきゃダメですね。普通のイコライザーになってます。そっから下はですね、イコライザーというよりは、なので、このビューモードはちょっと飛ばしてですね、チェイン F0 のこの辺の説明します。これは、検出した声の高さをここにパラメーターとして出力しているような形になります。これを使うとですね、使い慣れた、好みの、イコライザーで、さっきやったみたいなのができるようになります。ちょっとこの TDR のノバでやってみたいと思います。TDR のノバだと、設定できる周波数の最低が0で、最高が40キロになってるので、同じように設定します。下側を10にしてやって、上側を4000ぐらいにします。っていうと、この動く範囲が10から40キロになります。で、そうして合わせてやったら、こちらの方で、リーパーだとパラメータ一覧で、モジュレーションミディリンクでずらーっと出てきて、これで、ハイパスのフリクエンシーかな？ハイパスのフリクエンシー。よいしょ、ハイパスをオンにしとこうね。この、周波数を、さっきの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これにリンクしてあげます。MIDI またはエフェクトパラメーターとリンクで、ボイス EQ のチェイン F0 っていうと、がっつり動きますね。このままだと使いづらいので、マイナス50、オフセットマイナス50にすると、使いやすい状態になるかな。これで相対移動は変えられるので、こうしてやるとですね、例えばこれだと、このローカットの周波数を、この検出した F0 で検出して反映してやってるみたいな感じの設定になります。こんなことがここを使うとできたりします。カットしておいてと。で、そっから下のMIDI-C チャンネルとか CC は、この周波数をですね、MIDI のコントロールチェンジ信号として出すための、設定になります。こちらは別の動画ですね。リーパーでやる、可変ピッチ解説みたいな動画が別にありますので、そちらを参照してください。そちらの方だとですね、MIDI カーブという別の VST を使ってですね、直線的な設定だけじゃなくて、例えばある周波数を超えたらこういうパラメータを上げ下げするみたいなのもできるような形になります。とても自由度が高いので、知っておくと、いろいろできそうな気がするかなと思います。考え出した魔王マグロナさんはすごいなぁなどと思います。あとは、下はサンプルレートですね。本来、この DAW の設定のサンプルレートを勝手に読み込んでくれよって話なんですけど、
私の技術がそんなないので、そこがうまくいかないので、パラメータとして設けてあります。だいたいはそんな感じかな。カンペを見ます。あとそうですね、細かいところで言うと、上のスレッショルドは、気温の検出のスレッショルド、僻値になります。これを下げすぎるとノイズで反応してしまいます。ウェイトは、検出した周波数の平均回数になります。周波数の出し方としてですね、この波形のですね、ゼロクロスポイントを、その間の時間を測っているだけなんですけど、なので一周期ごとに、数値は出てくるんですね。その数値を何個平均してるかっていうのがこのウェイトの値です。で、あとビューモードですね。こちらは、ゼロだと普通の、この上の時間領域のところが検出した周波数に合わせて変えられてます。なのでだいたい一周期ちょっとのが波形が表示されるようになっています。ただこれを、ビューモードを1に指定してやると固定した時間軸で波形が表示されます。その時間軸の幅の設定がこのビューのフリクエンシーの値になってます。下の REFL、リファレンスラインの略のつもりなんですけど、これは、下の周波数領域のとこにある斜めの線の設定ですね。特に何か音が変わったりするわけではないです。これを6から3とかにするとちょっと斜めが、横になったりします。これは、イコライザーの設定持ち上げたりするのにですね、参考の線として載っけています。そうですね、ちょっと余談になるのですが、ブルーキャッツなんかのスペアナーだと、だいたい周波数は右肩下がりになると思います。ただ、イコライザーなんかで出てくる、スペアナの結果はだいたい横一列になってますよね。これは何が違うのかというと、1オクターブで 6dB 減るっていう、そのラインに合わせて、このイコライザーのはだいたい補正されてます。そういう感じで、その傾きが結構、なんていうか、倍音というか周波数の補正の参考になるので、その参考の線を書く設定になります。あんま使わないかもしんないですね。そんな感じかな。そうですね。あとは、言うこととしては、さっき気温の、ところをがっつり減らしちゃいましたが、こんなことをやっていいのかという話をしますと、これ、がっつり削ると確かに音は小さく感じるかもしれないですが、言葉としては聞き取れますよね。この辺は人間の脳にはですね、この気温の部分をカットしても、推定して気温を推定するという機能が人間の脳にはあるらしいです。ミッシングファンダメンタルズとかいうらしいです。というのがあるので、結構カットしても、人の耳には聞こえます。もともとですね、小さいスピーカー、携帯電話なんかの声もだいたいそのスピーカーの特性によって、ここが下げられたような感じの声で聞いているはずです。でも普通に聞こえますよね。それと同じ感じですね。で、
人間はそれでいいんですけれど、機械はですね、やっぱりここをカットしてしまうと、その周波数の推定が難しくなってしまうと思うので、あの、周波数を推定するエフェクト、まあ、ボイチェンですね。ボイチェンをかける前の声で、この F0 をカットしすぎると誤作動するかもしれません。なので、下げるならボイチェンの後の方が良いのではないかと思います。そんなところかな。ちょっとカンペを見ると。そんなところですね。はい。また置いておくところは多分じゃない、ブースに置いてあります。うん。で、動画の概要欄にリンクを作っておきますので、まあ、興味があったら使ってみて遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。バイならー。